こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はマイクロビットで関節角度を測る傾斜ブロックと関数の応用といったタイトルでお送りします。今回の動画内容は肩関節外転運動プログラムの概要、傾斜ブロックより外転角度を求める方法、外転角度の域値と論理ブロックの配置方法、関数を利用したプログラムの整理方法について解説していきます。今回対象とする関節は肩関節の運動です。肩関節の運動は体の中心から遠ざかる運動を外転運動と言います。反対に近づく運動を内転運動と言います。外転角度は手をまっすぐに下ろした時を0度とし、水平まで上げた時が90度、頭の上まで上げた時が180度として表記されます。作成するプログラムの概要について説明します。マイクロビットはバングルと言われるベルトによって手首に固定されます。そして目標となる外転角度、これを域値とし、ここまで腕を上げた時に音を鳴らすとともにカウントアップするようにプログラムを作っていきます。使用するバングルはスイッチサイエンスや Amazon で販売されています。このマイクロビット用のバングルモジュールキットにはスピーカーと電源を供給するコイン電池が付属しており、 USB ケーブルなしで独立して駆動させることが可能です。マイクロビットは左の図のように左手首に装着します。 A ボタンが下向きになるように上肢を垂直に垂らします。この時ロール角はマイナス90度になります。また回転90度ではロール角は0となりますので、実際の外転角度に変換するにはロール角プラス90度とする必要があります。プログラムに用いる変数モードと域値の関係について説明します。域値は目標となる角度で今回の場合60度として設定します。上腕の角度が0度から域値の間をモード0とし、域値を超えた外転角ではモード1とします。使用する変数の名前と役割について見ていきましょう。域値は目標とする角度です。次にカウンターは域値を超えた回数を入れます。モードは域値以下の場合0、域値を超えると1測定前の状態を999とします。角度は外転角度を入れます。プログラムについて説明します。最初だけブロックで変数を初期化します。域値を60、これは外転60度を域値とする。そしてモードを999とします。これは準備状況にあることを示します。次に音量の設定を最大値に255とします。次は P ボタンが押された時の設定です。このボタンはスタートボタンとして使用します。ブロックの中はモードを0として運動開始、またカウンターを0としてリセットします。次に B ボタンが押された時のプログラムですが、最初にモードを999に設定します。この設定で運動監視プログラムをスルーするようにしています。次に回数を表示します。そして5秒休止して音を鳴らし、モードを0とし休止状態とします。ずっとブロックは角度監視ブロックとして使用します。このブロック内の処理はモードが999以外はその中の処理を実行するように書いています。変数角度に傾斜ロール角プラス90度を入れて実際の関節角度と一致するようにしています。そして棒グラフに角度を表示します。次のもしブロックの条件式はモードが0の場合、さらにその内側の角度が域値を超えた場合の処理を書きます。ここでの処理は右下の図に示します。音を鳴らした後カウンターを1つ増やします。そしてカウンターの内容を表示し、域値を超えた印としてモードを1とします。その下のもしブロックですが、これは角度が域値を下回った時の条件文です。この時モードを0とします。つまり域値より大きい状態から域値より小さい状態に移った時、モードを0とすることになります。それではプログラム作ってみましょう。最初にの部分を作っていきますが、まず、変数を定義しないといけないので、
変数を追加していきます。最初に域値ですね。域値、そしてモード、そしてカウンター、そして角度ですね。はい。じゃあ、まずは域値、を最初に0に設定をしましょう。そしてモードも、モードですね。モードを練習前の状態、準備状態ということで999。そして、用意ができたら音を鳴らします。音量設定ですね。間違えました。音量設定で、ここで最大音源にします。そしてこれ消しときましょうか。そして A ボタンが押したとき、スタートするようにします。使うのは A ボタンと B ボタンですね。これコピーして貼り付けます。一応 B ボタンにしておきます。はい。そしたら A ボタンを押すとスタートということでモードを複製して、これを0にします。0でスタート。そしてカウンターを、0にします。カウンターを0にします。これで、スタート準備ができましたね。そしたら B ボタンが押したときは一時、休止で、ということはこの状態ですね。モードを999にしてやって、そして現在のカウンターの値を表示で、カウンターの値を表示して、そして5秒待ちます。5秒経ったら音で知らせます。そしてモードを0に設定して測定開始ですね。測定の再開。そしたらあとはずっとブロックの中をやっていきましょう。これが監視ブロックになるんですね。それでまず外枠を作っていきましょう。外枠はまずこちらで、999の場合は、これを実行しないようにするには999ではないという論理式を書いていきます。これがではないというのはこれですね。そしてモードが、ここで複製してやって、ここがモードが999でないですね。そしてその中に、論理ブロックを入れてやります。ここで複製してやって、モードが0の場合、
0の場合ということは、こっちが、0でなかったら、1になるわけですね。そしたら0の場合の中側に、域値を超えた場合っていうのが必要になってきますので、域値を超えた場合ということで、角度が域値を超えた場合ですね。角度が域値を超えた場合、域値以上となった場合に、そしてこちらの方ですね、角度が域値、未満となった場合っていうのが必要になってくるんで、こっちコピーしてやって、ここに入れて、ここが域値より小さくなった場合ですね。これで論理構造はできましたので、あとはここで角度を測る必要がありますね。そしたら変数、ここで角度を測るので、傾斜角のロールを測るわけですね。ロールを測るんですけども、この傾斜角に90度を出さないと腕を下ろしたとき0度にならないですよね。ということは、ここでプラスのここが90度、これを出してやる。そしてそれを表示、グラフ表示をします。ここで、角度を表示していきます。そしてグラフの最大値、これ域値以上に設定した方がいいんで、今回、130度ぐらいにしておきましょうか。で、ここで、測定して角度をグラフ表示する。そしてモードが0の場合ですね、腕が下にある場合、域値を、超えた場合ですね。この時にまずピッと音を鳴らします。音を鳴らしてカウンターを一つ増やします。そしてカウンターの値を表示。ここですね、カウンターですね。カウンターの値を一つ増やして、そのカウンターの値を、ここでカウンターの値を表示。そして、今モードが0なので、モードが1超えたということですので、変数で、ここですね、ここでモードを1増やします。これじゃないですね。モード。これだけですね。さっきでよかったですね。すいません。ちょっと。モードを1にするですね。モードを1にする。これでここはできたですね。そしたらあとはこちらの方。
で、角度が1値以下になった場合は、今度はモードを0にするんですね。ここでモードを0にする。これで、一応できたと思いますので、ここで確認してみましょう。まずリセットして、スタート。はい、こんな形でできてます。次に関数について説明します。関数の用途は、繰り返し同じ処理を行う場合に使用します。またプログラムを見やすくするためにも用います。そして、複雑な計算などを別に記述する場合に使用します。関数の使用例を示します。左の図は関数化していない場合のプログラムです。最初だけブロックの中にカウンターを0にする。そして、次に、変数カウンターを1だけます。ハートアイコンを表示。数を、表示でカウンターを表示。チェックアイコンを表示。この繰り返しを3回言っています。右の図は、関数でまとめたプログラムです。関数内には共通する部分。変数カウンターを1だけます。ハートアイコンを表示。数を、表示でカウンターを表示。チェックアイコンを表示。この4つが共通していますので、関数にまとめて書きます。呼び出す側の記述は、最初だけブロックの中に呼び出し、関数名として関数1を指定します。それを3行書くだけです。こうすることによって、非常に見やすいプログラムとなります。それでは関数の例を見ていきましょう。まず関数を使うには、高度なブロックのところを展開させます。そうすると、こちらの方ですね、ここに関数というのがありますね。これをクリックしていきます。そして、関数を作成する。これをクリックします。そうすると、こういうような画面が出ますので、まずここのところですね。これが関数名になります。ここで関数名をここでつけます。例えば関数1とかつけるんですね。そして、完了をします。そうするとここに関数ができます。で、この中に処理を書いていくようになります。それでは書いていきましょう。で、今ここにある同じ処理ですね。この部分が同じ、こういう長いプログラムだったとしますよね。そしたらこの同じ処理の部分だけを関数に入れてやると、あとはこの関数を呼び出すことによって同じ処理をこの中で行うことができるんですね。こういう形で入れてやって、あとは呼び出してやればいいわけですよね。ここで同じ処理で、ここはいらないので、ここで削除します。そしてあとはここに、これからこれを呼ぶっていう形でいきます。そうするとここに呼び出し関数1っていうのがありますので、これを使っていきます。1回、目ですね。2回目、3回目とすると、これからこれを読んで、この処理をして、次の行に戻ってきて、ここでまたこれを呼び出して、3回目をこう実行するというような形にすると、プログラムがこう非常に見やすくなるという、利点があるわけですね。これが一つの使用例となります。次の例は、
複雑な式などを別に定義することによりプログラムを見やすくする方法です。この例では関数に引数を使用しています。これは呼び出し側と関数側のパラメータが一致するように記述指数値などを受け渡しします。関数側に受け渡しされた引数は関数内での計算に利用され、戻るブロックの中に結果を入れると呼び出し側から参照することができます。それでは次の例を見ていきましょう。今変数 A と B、そして、C を定義してるんですけども、それを使ってやるんですけども、この A、B の値を関数に、受け渡してですね、引数として受け渡して、そこで関数で計算して、結果をこちらに返すという形でやっていきます。まず関数を定義します。ここで例えば数式としましょうか。数式1としましょうか。で、引き渡す引数ですね。これ数値をクリック。もう一個引き渡すので、もう一個。そしてこの数値の、名前をここで BF1、こっちが BF2 にしましょう。2、これで定義します。で、OK。で、こっちにこの数字を引き渡す。そしてこの中で計算する。で、中で計算しますけども、ここで、変数 C をここで計算をする。この時ですね、絶対値の足し算にしてみましょうか。計算式として、足し算でこの中に計算のとして絶対値で、こういう形ですね。で、この中で引き渡された値を、参照するにはこういう形で引っ張ってきてここに入れるという形になります。そしてここで計算した値をこっちに返すには関数の中の戻るっていうのがありますので、ここで、ここは計算結果が表示されてありますので C をこの中に入れるということになります。そうするとここで C をこういう形で入れます。そしたらこっちから呼び出すには、呼び出してここに、結果を表示するにはっていうことで数を表示ですね。そして関数のところで関数で計算した値をここに表示するには呼び出し数式1の参照ブロックですね。そしてここにこれを入れてやればいいわけなので AB をここに入れていきます。そうすると、変数で A そしてB というような形になります。そうすると結果が、15という形、15.5 ですかね。ここが絶対値になるので 10.3、 それにプラス 5.2 になるので 15.5 ですねになります。もう一回やります。 15.5、こんな形で、引数を渡して結果を得るというようなこともできます。
来店運動プログラムのずっとブロックの中を関数化した例を示しています。このプログラムで関数化した部分は角度の読み取り部分、これを関数角度取得とし、域値を超えた場合の判定部分は域地域を判定という関数に定義しています。左の図は角度取得関数を表示しています。角度を取得し棒グラフにする部分を関数化しています。また域値を超えた場合の処理をまとめたのが域地域を判定という関数に定義しています。それでは先ほど作った外転運動のプログラムを修正して見やすくしていきましょう。こうずっとブロックの中ですね、この辺りとこの辺りを簡略化していきましょう。そしたらまずここをですね、角度取得という関数を用意しましょう。ここで関数で、作成で、ここですね、ここで角度取得で関数、これで枠が完成しました。ではこの中に、処理をここを入れていくということですね。この中が戻しておきましょうか。で、この部分ですね、この部分を入れてやる。角度を取得して棒グラフにするという部分が簡略化できましたよね。ここで、角度取得。これに置き換わったんですね。こういう形で。そしたらあとは、この部分ですね。この部分を今度は、域値を判定にしましょうか。ここで関数で作成で、ここで域値を判定で OK ですね。で、これでこの中だからここですね。ここをこれに入れてやる。こういう形ですね。これで域値を判定。そしてこの外に出した代わりに関数名を入れましょう。呼び出し域値を判定。はい。そうするとこういうような形で、呼び出し側はこんな形で簡単になりましたね。というような形で関数というのはプログラムを非常に見やすくするっていう利点があります。こういうような、関数っていうのがサブルーチンとかそういう呼び名で呼ぶ場合もあります。追加したプログラムとして A たす B ボタンが押された時の中にモードを999とする、カウンターを0にリセット、 R を表示のブロックを入れています。このような形で、バングルを取り付けます。そして、A ボタンをですね、こちらの方を押してスタートです。で、こういう形で今なりましたね。1回、2、
B ボタンを押すと、こういう形で、今、今回の動画では、マイクロビットに内蔵された加速度センサーより得られるロール角を応用し、肩関節の外転運動をカウントするプログラムを作成しました。プログラムを見やすくする工夫として、関数の使用についても説明しました。このプログラムを修正することにより、関節運動のリハビリテーションにも利用できると思われます。ご視聴ありがとうございました。